こんにちは。北朝鮮を読む始めます。皆さん、12歳の頃何をしていましたか？友達と遊んで漫画を見てゲームをする平凡な日常だったでしょう。ところが北朝鮮には12歳の少女が3000万ウォンの時計をつけて国家高位幹部たちと会議に参加しています。まさに金正恩の娘、金樹恵です。さらに衝撃的なのはこの12歳の少女が公式の場で最も目を引く白いツーピースを堂々と着て現れたということです。同時に18ヶ月間消えていたリ・ソルチュが突然ズボン姿で登場しました。この全ての変化が果たして偶然でしょうか？今日この動画で金樹恵の衝撃的な権力ゲーム参加からリ・ソルチュの神秘的な18ヶ月間沈黙まで北朝鮮権力構想の全ての秘密を暴いてみます。2023年1月、新年休日を最後にリ・ソルチュはまるで北朝鮮から蒸発したように消えました。18ヶ月という長い時間の間です。その長い時間の間、外部では様々な推測が飛び交いました。もしかして健康に異常が生じたのか、また別の子を出産したのではないか、金正恩と仲が悪くなったのではないか。しかし真実は我々の想像よりもはるかに計算的で政治的でした。北朝鮮専門家たちはリ・ソルチュの意図的な選考の背後に隠された本当の理由をこのように分析します。まさに娘の金樹恵を浮上させるためだというのです。母親が出ると娘の存在感が希薄化される可能性があるという冷徹な政治的な計算があったのです。そんなリ・ソルチュがウォンサンガルマ海岸観光地区竣工式に突然姿を現しました。ところが今回の登場には様々な驚くべき変化がありました。まず彼女の服装から見てみましょう。リ・ソルチュは黒いズボンスーツに白いシャツ、そして海外名品グッズバッグを着した姿で現れました。ここでのポイントはズボンです。北朝鮮ではキミルソン時代から女性はズボンを履かないという指針がありました。公式行事で女性たちは必ずスカートを着用しなければなりませんでした。ところがリ・ソルチュがズボンを履いて現れたのは単純なファッションの変化ではありません。これは北朝鮮社会の女性服装文化に変化ののろしを上げたのと同じです。リ・ソルチュの服装変化は北朝鮮女性たちに今はズボンを履いても良いという無言のメッセージを伝えるわけですから。しかし、もっと重要なのは今回の復帰のタイミングと意味です。なぜよりによって今現れたのでしょうか。そして今回の行事で最も注目すべき点は公式写真の中の家族の配置です。よく見ると金樹恵が父親の金正恩と2人だけで撮った写真がほとんどなのです。リ・ソルチュはどうでしょうか。後ろに下がっているか横顔だけ撮られる構図で演出されました。これが偶然であるはずがありません。北朝鮮のすべての公式行事は綿密に計画され演出されるのですから、さらに驚くべきなのは起点序列です。公式行事で金正恩、金樹恵、リ・ソルチュ順に座る場面が捉えられました。12歳の娘が母親より高い序列で配置されたのです。一般的には親、子の順序で座るのが自然ですが、このような配置は明白な後継者演出だという解釈が出る理由です。特にキム・ヨジョンが直接このような演出に介入した可能性が高いと専門家たちは分析しています。ところで、ここで本当に重要なポイントがもう一つあります。金樹恵の白いツーピースとリ・ソルチュのズボン姿が作り出す代償です。今回の行事で金樹恵が着て出てきた衣装をよく見てください。白いツーピースでした。北朝鮮では上下とも白で着ることができる人は唯一最高指導者だけです。一般住民はもちろん高位幹部たちも勝手に上下白いスーツを着ることは
はできません。ところが、12歳の金樹英が堂々と白いツーピースを着用して公式行事に現れたのです。これがどれほど大変なことかお分かりでしょうか。北朝鮮で白い衣装は権力の象徴であり、指導者だけの特権なのに、12歳の子にこのような服装を強化したということは、後継者としての地位を公式的に認定したという意味なのです。一方、リ・ソルチュはどうでしょうか。母親であるリ・ソルチュはズボン姿で格式を下げ、娘の金樹英は指導者の象徴である白いツーピースで格を上げました。この対象が偶然であるはずがありません。そして金樹英の手首をもう一度よく見てください。3000万ウォンを超えるスイスのベアの時計がかかっています。12歳がつけるには高すぎて重い時計です。この時計一つで北朝鮮住民数十人が何年かを生きられる金額です。同年代の北朝鮮の子供たちが食事を心配する年頃に、金樹英は途方もない名品を着用して歩き回っているのです。さあ、今度はもっと本当に衝撃的な話をしてみます。まさに12歳の金樹英が北朝鮮高位幹部たちと一緒に会議に参加しているという事実です。金樹英は国家重大事を議論する会議テーブルに座っているのです。実際に金樹英が会議で発言したかは確認されていませんが、12歳がこのような席に参加するということ自体が話になりません。このような非正常的な状況が北朝鮮だから可能なのではないかと思います。そして国連が北朝鮮に対する贅沢品搬入を禁止していますが、このような名品たちが堂々と公開されるのは2つのメッセージを込めています。1つ目は、製剤なんかは我々には通用しないということで、2つ目は、白道血統は生まれた時から違うということです。このような極端な対象は北朝鮮社会の現実を赤裸々に見せています。しかし、この全てがもっと大きな絵の一部かもしれません。まさに国際情勢と絡み合った戦略的計算のことです。今回のウォンサンガルマ観光地区はまだ別の特別な意味があります。ここは過去トランプ大統領が北米平和協商の過程で研究したまさにその地域なのです。トランプは北朝鮮との観光開発協力を通じた経済発展可能性を提示していました。金正恩が家族と一緒にここを訪問したのはトランプの再執権を狙った戦略的な布石かもしれません。我々は準備されている、いつでも対話できるというメッセージを伝えているのではないでしょうか。このような複雑な国際情勢の中でリ・ソルチュの復帰と金樹英の浮上は単純な家族お出かけではなく、綿密に計算された政治的パフォーマンスだということがわかります。さあ、それでは本当に重要な質問をしてみます。金樹英が本当に後継者として確実に内定されたのでしょうか。過去、金正日、金正恩の後継者銅像過程を見ると、労働新聞に名前が明示され、公式的空想化が始まる時点が決定的な瞬間でした。まだ金樹英はその段階に至っていません。しかし、過去2年間の変化を見ると確実に違いはあります。人民軍幹部が膝をついて金樹英と対話する姿、公式行事での特別な待遇、そして今回の白いツーピースまで彼女の意図が着実に高まっているのは明確です。リ・ソルチュの今回の登場は何を意味するのでしょうか。専門家たちは金正恩の後継者イメージが今は揺るがない程度に堅固になったという金正恩の自信表現かもしれないと分析しています。母親が出ても娘の存在感が隠れない程度にということです。しかし一方では全く違う視線で話しています。北朝鮮が絶対女性を最高指導者として立てることはないということです。金樹英は金正恩の息子が権力を接収するまでの糧だという意見も出ています。皆さんはこの12歳少女の運命をどのように見ますか。果たして金樹英が正常な成長をすることができるんでしょうか。そして北朝鮮は本当に女性に権力を接収させることが可能でしょうか。
歴史は常に我々の予想を超えてきました。しかし、一つ確実なことは、12歳の子が政治権力の中心に立っている現実自体が非正常的だということです。果たしてこの非正常がいつまで続くのか、我々は見守らなければならないようです。次回は、金正恩の3人の息子と、その息子たちを産んだ3人の女性たちについての話をしてみます。最後まで視聴してくださってありがとうございます。皆さんのチャンネル登録といいねは次の動画制作に大きな力になります。ありがとうございました。